はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、XRP を利用したオンラインデジタルウォレットサービスを提供するクリプティリアンペイメントシステム社は SEC の略式判決申し立てに対するリップル社の反対意見を支持し、提案書とともにアミカスブリーフを提出する動議を提出しましたということで、またですね、リップル社を擁護するですね、意見陳述書の方がですね、提出をされました。でですね、内容の方がこちらになります。この訴訟における、原告証券取引委員会 SEC は、規制を制定する民主的な手続きに関わらないで、その意見を執行しようとしていますと。で、カード保有者と加盟店の間の暗号の転送はクリプティリアンの独自の技術で実現されていますと。で、クリプティリアンのウォレットの中や外へのトークンの転送を容易にするために各トークンの個々のブロックチェーンシステムを利用する必要がありますと。で、被告が開発したトークンである XRP はクリプティリアンがサポートするものであるため、XRP レジャーはクリプティリアンカード保有者と加盟店ウォレットに XRP を出し入れするために利用されていますと。で、XRP レジャーの開発テスト、使用は被告からの知識、サポート、指導なしに行われましたと。で、被告はいかなる利益も、得ておらず、実際にはこの方法で発生する取引の方法は全く知りませんと。で、背景としまして、2021年9月1日、クリプティリアンは、その暗号基盤の支払いカードシステムのテストを開始して、選ばれた有志の承認や、カード保有者とともに6つのトークンの使用に対応していますと。で、2020年の12月に SEC が被告を提訴すると、多くのデジタル資産取引所や、取引プラットフォームが懸念して XRP トークンの上場廃止を行いましたと。で、このこと自体、政府の機関があらゆる市場に関与する場合、未確定事項であってもゾッとするような影響を与えることを示していますと。で、この申請とその後の上場配信によって XRP は間違いなくあらゆるタイプの投資ツールとして取引されたり投機されたりする可能性が最も低いトークンになりましたと。しかしクリプティリアン社が提訴から約1年後にローンチしたとき、XRP はすぐに、そして現在もカード保有者が使用する2番目に人気のあるトークンになりましたと。で、興味深いことに、2018年6月14日の講演で、ヒンマン元 SEC 長官が証券ではないことを明確にしたトークンであるイーサリアムは、クリプティリアンのカードホルダーが使用する最も人気のないトークンですということですね。アミカツの方で提出されました。で、インフルエンサーのね、カーネルマン、さんの方もね、ツイートのされてまして、またまたリップルの山盛り報告ですと。簡単に説明します。クリプティリアンは、共通企業、例えばピースや、ペイスや、LBRY が存在しないことを、共通企業が存在しないことを主張する暗号通貨カードですと。で、主張はシンプルですが、ヒンマンのスピーチ以来、イーサよりも XRP が使用されていることや、SEC の規制強化が問題となっていることを指摘していますと。で、その指摘は重要なのかとは言いにくいですが、これもヒンマン氏の参考文献が記録されていますと。クリプティリアンは21年9月からテストとしていると言っていますが、彼らのホームページは未完成ですということで、これはなんか訂正ということでまたね、ツイートのされてまして、書き直します。これは間違って発表された初期段階のものですと。ホームページはもうすでに見ていますと。で、ジェームズさんですね。こちらもインフルエンサーの方ですが、これで14個目とね、リップル社をね、擁護する陳述が提出されましたということでね、コメントのされてます。で、続いてですね、こちらは今回、今度は SEC の方を擁護するアミカスの方が提出されました。これはね、結構ね、ちょっとこういった企業っていうのもあるんだなという、僕の方でもね、ちょっと興味を持ったものになります。XRP プロダクションは、ミンガスミンガス法律事務所の協力を得て、SEC を支持するアミカスブリーフを提出することを申し立てを作成しましたということで、で、内容の方がね、こちらになります。XRP スタンダードプロテクションの SEC に対する支援申し立てについてということで、このようにね、内容になりまして、XRPP といってですね、自社のことをね、今後ですね、引用しております。で、そこはね、3年以上にわたって風刺の革新的存在として、風刺っていうのはですね、社会や人物の欠点や、罪悪をですね、遠回しに批判することを言います。で、その革新的な存在として XRPP は、何度も SEC とやり取りをして、主にデタラメな偽ツイートやインチキツイート
トでね、それらをパロディ化して、また人気の暗号風刺サイトクリプトタウン、シリアで、時々鬼畜な風刺記事も書いていますと。だからね、アクセスっていうか人気をね、XRP リップル集めてるんで、それを使ってねコンテンツを作ってると。風刺のねパロディっていうのは、デタラメとか偽物のようなね、記事を作ってると。で、XRP ザスタンダードプロダクションは、2019年後半から風刺会社として活動してきましたが、ネタになりそうなバカバカしい現実世界の暗号通貨のね、たわごとを探すのにその時は苦労していたと。で、彼らのフォロワーはその頃は、ツイッターで、1万から1万5千人程度だったと。で、2020年12月の SEC 訴訟以来は、XRPP はフォロワーが爆発的に増えただけでなく、現在8万8000人だそうです。で、暗号通貨業界に対する証券取引委員会の滑稽で不条理で邪悪で過剰な、権力奪取によりですね、終わりのないコンテンツで恥ずかしながら富を得たのですと。これは富をね、どうやったらマネタイズしたのかはちょっとわからないですが、お金を得たと。で、万が一 SEC がブロックチェーン決済企業に対する訴訟に今回ね、敗れた場合、我々の顧客に底知れぬ悪影響が及ぶことになると。で、その理由はというと、裁判官、我々の顧客はどこに行けばこのような金の塊のような風刺を受けることができるのでしょうか。だからつまりもうそのね、リップル対 SEC っていうコンテンツがもう凄まじくアクセスを集めてるんで、収益ができてるんでしょうね。そういったものは他にないと。で、XRPP は、彼のレベルのパロディを続けるために SEC が勝利し、間抜けで傲慢で、無意味で腐敗した、執行による、立法の支配を続ける必要があると。で、それからあなたには、この件に関して何の力もないだろうけど、一応言っとくよと。ゲイリー・ゲンスラーを SEC の会長に添えておいてくれないかと。我々の顧客は、彼をクマに気をつけろと呼ぶことで多くの利益を得ていますと。正直言って笑っちゃいましたね。その通りです。ありがとうございましたということで、でこれについてねコメントをされている方もいて、ここから得られるのは SEC と XRPP のパロディ化の相互作用ですと。 XRPP は富への期待があった点にも、言及していますと。最大の収穫ということで、SEC が敗れた場合に XRPP が、被る可能性のある影響ということでね、だから SEC が、勝ってくれないと、このねパロディ企業っていうのは継続していくことが難しいんではないかっていう意味ですね。だからこういった視点もあるかと思いますがね、いろんな視野からね見てる人がたくさんいるかと思います。はい、続いてですね、で、こちらは今度ですね、こちら最後になりますが、今回はこちらもリップル社を擁護するですね、陳寿氏の方がパラダイムオペレーションの SEC、オペレーションズというとね、企業から、提出のされました。で、内容のこちらになります。パラダイムは革新的な暗号 Web3 の企業やプロトコルを支援する投資会社ですと。これらのプロジェクトの可能性を最大限に引き出すため、パラダイムは技術から運用に至るまで様々なサービスを提供していますと。で、当裁判所に提起された問題は暗号 Web3 企業の設計と運用に劇的な影響を与える可能性がありますと。で、パラダイムは証券取引委員会が主張する文言をその影響を評価することなく軽々しく採用する決定が下されることを懸念して、本件への参加許可を求めていますと。で、米国及び世界中の何百人ものユーザーに利益をもたらす可能性のある方法で新技術を利用しようとするパラダイム社及びその他多くの企業に広範囲かつ不本意な影響を与える可能性があるためですと。で、主張の概要ということで、本件は極めて重要な意味を持つわずかな違いが表面下に潜んでおり、暗号資産がどのように規制されるかを決定する上で議会の役割を奪う恐れがあると。で、表面上本件は XRP トークンの特定の提供販売が有価証券の販売に当たるかどうかについてのものであると。しかし SEC の主張は要求されるものあるいは法律が立証するものよりもさらに踏み込んだものですと。それは XRP トークン、ひいては他の多くの暗号資産自体が証券であると主張しているのですと。SEC は投資手法とその手法で販売される暗号資産を混同しようとしていますが、これは判例による裏付けがなく既存の証券法とも根本的に矛盾していますと。このため本報告書に参加した企業の一社が実施した包括的な調査では、ハウェイテストを適用した関連する連邦控訴犯の判例を全て確認しましたと。で、この調査によっては連邦控訴裁判所は投資契約取引の対象である資産自体が証券であるとしたものはなく、またその資産のその後の譲渡が証券取引であるとしたものもないと。SEC もそのような権威を持ち出していないことが確認されましたよと。
で、提供販売取引とその基礎となる暗号資産との区別っていうのは非常に重要ですと。SEC は様々な資金調達方法をこれまで規制してきて、裁判所はそれで示されたテストを使って何十年もそれらの方法を評価しましたと。これは新しいものではないと。しかし SEC が同じハウェイ分析を XRP トークン自体に適用しようとする試みは根本的に新しく、これは SEC が投資勧誘、その本来の法的役割だけでなく、暗号資産の事実上の流通市場全体を規制する広範な新しい権限を主張するための基盤となっていますと。で、SEC の目的は理解できるかもしれませんが、その手法は現行法に基づくものではないと。連邦、控訴法を、総合的に分析すると、投資契約取引のハウェイ分析を原資産に関する結論に転嫁しようとする SEC の試みを支持する権限は存在しないことは明らかとなっていますと。で、投資契約が認められたハウェイのすべての適用例において、表向きの発行者と投資資金を提供する投資家間の間には、何らかの特定可能な、法的関係が存在しましたと。別の言い方をすれば、XRP トークンが、所有者とリップルラボ社と、いかなる個人団体との間に法的関係が生じないのにもかかわらず、XRP トークンを証券として解釈しようとする SEC の取り組みは、議会から与えられた権限から解き放たれた新しい形の発行者独立証券っていうのを生み出していると。で、例えばリップルラボが倒産して新しい法人を設立しても XRP トークンの所有者には影響がありませんと。これは証券取引で知られている他のどのタイプの証券とも異なり、代わりに商品に似ていますと。で、SEC が裁判所を通じて新たな権限を得ようとするのは規制の行き過ぎであると。SEC は誰かが暗号資産を規制するべきであると考えており、資産自体に証券のブランドをつけることで議会を無視して、暗号資産、市場を、その権限下に置こうとしていますと。で、SEC も裁判所も議会の役割を奪い、ハウェイをこじつけて、上訴権の範囲外での資金調達取引と原資産を混同して、暗号資産の規制機関を選ぶことは適切な立場ではありませんと。また、当裁判所における主張も解決するためにもその必要はない。被告による XRP トークンの提供及び販売に対して、裁判所がどのような判断を下すとしても、XRP トークン自体の位置づけについて判断を、下すことは控えるべきでしょうと。このような重要な問題に直面し、いかなる控訴犯の判例や法的指針の範囲外であり、市場の全体の規制がかかっている場合は、その権限は議会にありますと。だから裁判所でもないと、SEC でもないと、議会がそれを決める必要がありますよっていうようなね、話で、アミカツの提出されてます。で、カルマンさんね、またツイートされてまして、早速ですが、ベンチャーキャピタルのパラダイムオペレーションズは、原資産を証券として分類するためにハウェイを使用することはできず、そうすることによって SEC は議会の役割を、奪って間違っていると主張していますと。それは強固な主張であることを指摘していますと。特に二次市場において重要。連邦、裁判所は投資契約が発行者との法的関係なしに存在すると認めたことはこれまでないと。で、ヒンマン、キック、ライブラリーを、挙げていますと。で、彼らの視点が裁判官にとって十分に新しいかどうかは分かりませんが、ここでもしっかりとした主張がなされていますということですね。で、ウェブサイトの共有の方されてます。で、あとですね、ジョン・ディートーさんの方も、法律家ね、の方ですが、証券法における、避けられない道理、なぜ暗号化された資産は証券ではないのか、についてですと、大変な一日に素晴らしいニュースがありましたということですね、ツイートの方されてました。はい、ここまではね、直近の情報になります。で、そろそろアミカスのね、締め切りだったと思いますので、そろそろね、終わるかと思いますが、今14個、15個ですかね、リップル社。で、SEC が3つぐらいですかね、テストをされてますが、このままね、また略式判決の方に向かっていくかと思います。で、僕の方はですね、毎日、SEC 関連、リップル関連、フレアネットワーク関連、あと DAPS 関連ですね、毎日情報の方を精査してまとめておりますので、動画の方もね、できるだけ毎日配信できるように、頑張っておりますので、また次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE
LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。